皆さんご存知のように、ペットの代表でもある犬や猫は、その愛くるしい仕草や表情で、いつも私たちを和ませてくれます。飼い主にとって、ペットは家族と同じくらい、生活に喜びを与えてくれる存在です。またペットにとっても、飼い主の存在は偉大であり、大切な存在です。お互いがお互いを必要とする存在で、信頼関係を築いていくことで、お互いに幸せな時間を刻んでいけるのですが、中にはそんな愛おしいペットを捨ててしまう人がいます。そこで今回は、発見された捨て犬の2つの話をお伝えします。アメリカ・フロリダ州南部で痩せ細って衰弱した犬がポールにつながれて放置されているという通報が寄せられました。駆けつけた保安官事務所の警官は、犬が人間にひどい目に遭わされたにもかかわらず、まだ人間を信じていて喜んでもらおうと、前足をゆっくりと出してお手のポーズをしたその姿を見て心が痛んだそうです。その後、保護され獣医の下で治療を受けた犬は現在救済施設で元気に回復に向かっています。ある日のこと、フロリダ州南部ブロワード郡ポンパビーチ市でポールに犬がつながれているという通報が寄せられました。同郡保安官事務所のアンジェラ・ローレラ警官は、当日の外気温が38度近くに達していたことから、早急に犬を保護しなければならないと、急いで現場に駆けつけました。すると、かなり衰弱した様子の痩せ細った灰色の犬が、短い紐でポールにつながれているのを目にしたローレラ警官は、心を痛めました。犬が放置されていた周辺には監視カメラはなく、誰が犬を捨てたのか、また犬がどのぐらいの間そこにいたのかを知ることは不可能でした。犬の近くには餌のお皿が置かれていましたが、誰が置いたものなのかもわかりませんでした。ただ一目見て、犬は早急な獣医院での治療が必要だと悟ったローレラ警官は、犬を保護しようと近づくと、なんと犬は前足をゆっくりと差し出し、お手のポーズをしたのです。お手をすると人間が喜ぶことを知っていたのでしょう。衰弱しながらも必死に手を差し出すけなげな姿を見たローレラ警官の心はさらに痛みました。ローレラ警官から連絡を受けたエバーグレーズにある動物救済施設の代表者及び創設者であるエイミー・ローマンさんは、犬をリアムと名付け、しばらく預かることにしました。ローマンさんはリアムを施設に引き取った時のことをこのように話しています。実はリアムを保護したと連絡を受けた時、施設の受け入れ制限を超えていたのですが、事情を聞いて戸惑うことなく引き受けました。リアムはかなり衰弱し、痩せて脱水状態になっていました。獣医院を何度も訪れて治療を繰り返したおかげで少しずつ回復し、食欲も出てきました。今はまだ24時間体制で私の家でケアをしています。ローマンさんや施設スタッフの献身的な愛情と世話を受けて元気を取り戻しつつあるリアム。ローマンさん曰く、フロリダ州ではリアムのように飼い主に捨てられる犬が後を絶たないと言います。今や保護施設はパンク状態です。それでもどうしても飼えなくなった時には残酷に息するより避難所や救済施設に助けを求めてほしい。そうすればリアムのように第二のチャンスを得ることができます。動物保護活動を通して私たちは犬から多くのことを学ぶことができます。犬たちはどんなに人間にひどい目にあってもまだ信じたいという希望を見せてくれます。思いやりとは何かということを私たちに考えさせてくれます。とローマンさんは話しています。リアムが保護され元気を取り戻してくれて本当に良かったです。第二のチャンスを得たリアムが永遠の家を見つける日もそう遠くないかもしれません。これからは幸せな毎日を過ごしてほしいですね。続いて、ある日、ブラジルに住むラディスラウ・アルカンターラさんとホズイレーネ・ジャンセンさんはサイクリングを楽しんでいました。すると道の真ん中にポツンと佇む小さな生き物を見つけたのです。それは
あばら骨が浮き出してしまうほど痩せ細ったダックスフンドでした。空腹が原因でしょうか、もはや動くことすら難しい様子でじっとその場に佇んでいました。さらにその日はとても暑く、この犬にとって過酷な状況だったことは一目瞭然でした。放っておくことができなかったラディスラウさんは犬にパンの一かけを分け与えます。すると一瞬で犬はパンを平らげてしまいました。とてもお腹が減っていたのでしょう。ラディスラウさんは犬を抱きかかえて飼い主を知っている人がいないか近所の人たちに声をかけてみたそうです。すると悲しい事実が判明します。実は犬を発見したその場所はよくペットが捨てられる場所として有名なところだったそうです。この犬が誰かに捨てられてしまったのだと確信したラディスラウさん。しかしここで見捨てるわけにはいきません。バッグの中に犬を入れて自宅まで40キロの道のりのサイクリングを開始しました。犬を背負ってのサイクリングは決して容易なことではありませんでしたが、命を救うためだったらなんてことありません。家に到着した頃には2人の心は決まっていました。うちでこの犬を飼おう。2人はワンちゃんをペランカと名付けました。あばら骨が浮き出るほど痩せ細っていたペランカでしたが、2人の愛情を一身に受け、どんどんと元気を取り戻していきました。今ではペランカはすっかり元気になりました。温かな家庭に引き取られ、愛情を浴びて暮らすペランカ。今では毛並みもツヤツヤになり、幸せに暮らしています。人間の勝手な都合で、誰の目にも触れないであろう場所に犬を捨ててしまうことは、決して許されることではありません。しかし、そんな身勝手な人間がいる一方で、ラディスラウさんやホズイレーネさんのように心優しい人たちもいます。危機的状況にあったペランカがそんな人たちと出会えたことはまさに奇跡だったのかもしれません。これからは安心して暮らせますね。どんな事情があったとしても、これまで一緒に暮らしてきたペットをどうして捨てたりできるのでしょうか。信頼している飼い主に裏切られ、捨てられたペットの気持ちを考えたら、そこに愛情のかけらが少しでもあったなら、捨てたりすることはできないはずです。どうか、ペットを飼うときには、目の前にいる尊い命を最後まで守ることができるのか、考えた上で家族に迎えてほしいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。